皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は桔梗朝の葉の刺し子付近を制作していきます。今回からの動画になります。はい、桔梗朝の葉1回目の動画になります。よろしくお願いいたします。今日はですね、結論、これ紙なんですけど、紙に模様書いてあるんですけれども、この模様を最終的には、さらしに移して差し子して、一枚の差し子付近に仕上げていく、その過程を動画にしていくっていうことになります。で、今回は、もうこのね、紙に書くまでの、こんな感じで書きましたっていう流れを話そうかなと思っています。では、まずは、なぜ今回桔梗朝の葉を選んだのかっていうところから説明します。それはですね、はい、ここにもう置いてあるんですけれども、こっちはもう私の動画を見てくださってる方は見たことあると思うんですよ。これ変わり飛車紋亀甲で、これでさらしにこの模様を描いて制作して完成するところまではもう動画にしてるんですね。で、その時に、これを見た時に、あれ、これ差し子できるんじゃないって思ったと。それがきっかけだったっていう話をしたんですよ。で、その時には言わなかったんですけど、もう一つあるんですよ、これ。これ発売された時に、こっちも発売されてて、これ並んでたら買うしかないよねっていう感じで、当時買ったんですよ。当時両方買って、これはですね、ボールペンです。ユニボール1というボールペンの3本セットが、その時期その時で、限定発売されてるんですよ。で、私は、このパッケージを見た時に、これいいなーっていうふうに思ったから、このパッケージを取ってたんですけど、で、その時に、これはいろんな刺し子の本で模様が見てたことあったから、させそうだなと思ったのでこっちからやったんですよ。でも同時にこれも買ってたので、私これもいずれ刺したいなとも思ってたんですよ。だから両方思ってたんですよ。それで今回は、じゃあ、ちょっとこっちに挑戦しようかなっていうふうに思ったので選びました。はい。このね、パッケージの模様を刺し子付近にしたいっていうことをね、買った当時思ったので、もうそれをね、頑張ってみます。なので最終的にはですね、もうこっちの付近は出来上がってますので、このパッケージと、あとこのね、差し越した付近を並べて完成しましたっていうところを見ていくところまでやりたいですね。それが、今回の目標になってます。で、今回はこっちね。なのでそれが、今回この模様を選んだきっかけになってます。いずれやろうと思っていて、それがたまたま今回だったっていうことですね。で、ここからはこの桔梗朝の葉のこの紙に書くまでどういうふうに私がやっていったのかの、経過を話そうかなと思います。まずはですね、これなんか私が持ってる本の中でこれの模様書かれてるのあるかなと思って、探してみたんですよ。そしたら一つ見つけました。その本が、はい、こちらの本です。はい。嫁入り道具の花付近。あれちょっと待ってくださいね。多分こっち。多分大丈夫。これのはずだ。これに、ちょっともう一回確認しますね。すいません。中をどこまで YouTube で映せるかわからないので、私表紙しか映さないので、今、私だけがちょっとパラパラめくっております。気になる人はこの本を見てください。はい。確認しました。こちらの本で大丈夫です。で、この本の中に載ってるのは、ただ、載ってるんですけど、例えば模様の描き方とか、刺し子の刺し順とか、その桔梗朝の葉に関して、のが載ってるわけではないんですよ。それはね、ちょっとね、先にお伝えさせていただきますね。載ってるのは何かっていうと、完成した付近が平置きになっていて、それの写真が載ってるんですよ。で、それに桔梗朝の葉って書いてるもの、ページがあるんですよ。だからそのページを見ることによって、この模様って桔梗朝の葉って言うんだなっていうのを私はこの本で知りました。はい。
なので、その、差し子付近の写真が載っているということです。はい。で、私が持ってる本の中ではそれしかなかったので、名前は分かったんですけど、じゃあその後どうしようかと。自分の調べられる範囲で調べてみたんですけど、やっぱりこう方眼からこういうふうに模様を起こしてるっていうのがちょっと見つけられなくて、もうこれはにらめっこしてやるしかないかと、これをね、見て思ったんですよ。で、その前に、さっきのもう一つのね、これですね。変わり飛車門亀甲なんですけど、こっちはやってたんですよ。で、これがこれですね。これなんですよ。で、私これは某付近としてやっているんですけど、これを見たときに、まあそれで、この桔梗朝の葉をね、見たときに、ああ、これ六角形なのが共通してるなと。ここがね、六角形になってるんですよ。よく見るとね、よく見ると、これが六角形になっていて、それがこう敷き詰められてる感じになるんですよ。って思ったときに、あ、桔梗朝の葉も六角形だっていうふうに分かったんですよ。だから、これ斜方眼を印刷して模様を描いたんですけど、ってことは同じだと。斜方眼から描けばいいんだなっていうのはまあ、なんとなく分かって、で、その六角形のところも同じだと。なので、この、斜方眼と同じ印刷をして、こういう風に、まずはね、まだ書いてない状態で、斜方眼を印刷して、まず、この、同じようにね、六角形からやってみようと。で、その過程がですね、これじゃない。これは違う。斜方眼だけだ。まあ、要するにこういうことですよ。これがね、敷き詰められてる感じになるんですよね。で、これを、最初からね、実物大には書けないので、まあ、ちょっとずつね、この辺がこう試行錯誤した過程になってるんですけど、六角形だと。で、直線で、こうぐーっとかけるところがあるんですよ。まあその辺を敷き詰めていって、で、その後に、なのでこのね、こういう風な三角形がね、出来上がっていくんですよ。で、この三角形の中のこの線の入り方の違いで、変わり飛車門亀甲になるか、桔梗朝の葉になるかが変わってくるんですよね。で、こう桔梗朝の葉のさっきのパッケージを見ながら、ここで言えばこの三角形のね、中がどういう風に線を通ってるんだろうっていう風に、にらめっこしながら書いていくと、こういう風になるんだなって分かったんですよね。箱が、少々お待ちくださいね。箱がこれだ。これだ。ここをね、見ながら、そうか、三角形ができるんだと。で、三角形の中ってどういう風に線がね、入ってるんだろうって見ていって、それを真似して、こういう風に書いてみたんですよ。なるほど、こうなるんだ、と思って、で、まあこれをベースにして、あとは、もともと変わり飛車門亀甲やってたので、じゃあこのサイズと同じのにすればいいんだと。で、これ、改めて何ミリ方眼だっていうふうに思った時に、私前これ変わり飛車門亀甲の時に10ミリって言ったような気がするんですよ、動画の中で。そしたらですね、改めて調べてみたら9ミリということが判明しました。ダメですね。ちゃんとこう書いておかないと。今回だから、前回、差し子ノートの動画を投稿したと思うんですけど、あれにね、もう9ミリ方眼って書いておきました。もうダメだ。これでね、パッと見て何ミリ方眼かなんてね、もうわかんないですもんね。で、この何ミリ方眼の例えば9ミリなのか10ミリなのか11ミリなのかによって、当然ながらこのね、サイズが、バランスが変わってくるんですよね。で、じゃあここからは、そのサイズの話に行きますか。これなんですよ。今回ね、動画にするにあたって、こう書いとこうと。斜方眼9ミリです。斜方眼9ミリ。で、斜方眼9ミリで、このね、四角く書いてあるんですけど、これは、差し子する部分のサイズです。はい。なので、完成品はここにプラスで1センチ、1.5センチ、1センチか1.5センチか入りますので、まあ、私の作りやすいサイズとしては全体的には 34×34 が多いんですよ。
で、その中で差し子する部分っていうのが、この9ミリ方眼で、今回の、これはね、変わり飛車紋亀甲だからこっちですね。これをね、これのサイズです。これの模様が書いてあるところのサイズが、縦が31センチ、横が32センチになるんですよ。なのでこれをね、10ミリとか11ミリとか12ミリとかにすると、またこの、バランスが変わってくるんですよね。このね、この枠の中に、私できるだけこう、左右対称、上下対称にこう、切れ目がね、ここの終わり具合がこう同じように終わりたいんですよ。っていうことをこう考えながら、どのあたりだったらこう、いい塩梅で収まるかな、切れるかな、模様の切れ目はどこかなとか、そのあたりをで探るのがちょっと大変でしたね。まあ、ただ、さっき言ったように、変わり飛車紋亀甲がベースに今回あったので、だからこれを書くときは大変だったんだな。うん。もう六角形がいかに配置されてるかっていうのはこれと同じなので、それと同じで今回こういう風にしました。なので、はい。これですね。このサイズで今回作っていこうと思います。さっきも言ったように最終的な目標がこう、並べたいんですよね。これとこれと合わせて並べたいっていうのがあるので、あえて、この方眼のサイズも同じ、今回9ミリにして、で、そこから、さっきは1枚で、これね、見ていただいたんですけれども、それを並べて、このように、つなぎ合わせて、4枚だからね、これがね、これ A4 なんですけど、これが、1、2、3、4っていう風に繋がってるんですよ。画面上でなかなか見えないと思うんですけど、ここにね、実はこう、つなぎ目がありまして、で、このサイズに。まずはシャープペンで書いて、で、その後に油性ペンでなぞって、なので今くっきり見えている感じですね。で、これも書いてあるので、あとはですね、ここからは私の宿題になっていくんですけれども、これを切って、工作用紙に貼り付ける感じになりますね。この変わり飛車紋亀甲と同じですね。はい。この工作用紙に貼り付けることによって、下準備済みのさらしの中に、ススッとね、入れて、あとこの線を写していく。なので、これですね。それは次回の動画でやっていく感じになります。で、今回はですね、やっていくのはこれの大きさでやっていくんですけど、もう一つ、試しに違うサイズでもね、書いてみたんですよ。それが、これはまだね、今回作るわけじゃないので、今後ね、作ってみようということで。はい、これですね。なんで薄いかっていうと、これまだシャープペンだけで、油性ペンでまだ書いてないんですよね。だからこういう感じでくっきりは見えてないんですけど、これね、同じ模様です。桔梗朝の葉。ただこれは違うのは、方眼が12ミリです。はい。9ミリ、方眼9ミリで書くとこういう感じ。で、それが12ミリになるとこういう感じになりますね。私布巾を作っても、色を変えて、またね、作りたくなるんですよ。こう模様を、なんていうかな、こう一回やるんだけれども、やって、ここのとここうすればよかったなっていうことが、出てくる模様もあるんですよね。そうなるともう一回こう手に馴染ませるように差し越したいっていうふうに思ったりするので、色を変えてまた刺すんですよね。で、その時に、ちょっと大きさ違うやつとかもね、もしかしたらやるかもしれないなと思ったので、まだ記憶が鮮明なうちにね、この9ミリで書き終わったまだ記憶が鮮明なうちに、もうちょっと大きめなバランスで書いたらどうなんだろうと思って試してやったのがこちらになりますね。ちなみに先ほど見ていただいた本の模様は、本の中に書かれている模様はもうちょっと大きいですね。ちょっと今ね、確認しております。2、3、4、5。そうですね。2、3、4、5。うん。写真で見ただけなので、何センチかける何センチとか
をしっかり比較できてないので何とも言えないんですけど、写真で見た感じだと、もうちょっとこの六角形の模様が大きいような感じがします。はい。で、私は、今回は比較するために、変わり飛車紋亀甲と並べたいために、それと同じ 9mm で今回は作っていきます。ただ、これくらいの大きさもいいんじゃないかなと私的には思ったりしています。はい。なので今後、またね、あられじゃないや。何でしたっけ？桔梗朝の葉だ。桔梗朝の葉やろうかなと思ったら、これもね、まあ、動画にするわけではないですけれども、個人的にね、油性ペンで書いて、こちらも工作用紙に貼り付けて、いつでもこう写せるように準備だけはしておこうかなと。だからこれをそう考えるとね、この六角形をベースに、こっちもできちゃうわけですよ。これ。この変わり飛車紋亀甲も、これ 9mm ベースでやった模様なんだけれども、同じように 12mm ベースでやって、もうちょっとね、模様が大きいバランスで出るようにもできるから、いずれやっていくと、この少しね、細かい変わり飛車紋亀甲と、あとはもうちょっとこうバランスの大きい変わり飛車紋亀甲。なんかそれもね、差し子するのいいなってまだまだですけどね、いろいろ全然やったこともない模様もたくさんある中においてね、また同じ模様か、みたいな風になりますので、その辺は個人的に、やろうと思ったらやれるなと。だからね、すごいね、差し子ってね、やり込み要素が満載すぎてね、終わらないんですよ。終わらない。いつまでも終わらない。今度これ大きさ変えてやってもいいんじゃないとか、そんなことやるとですね、いつまででも楽しめるっていうのが、それも私の差し子の楽しみの一つでもあるんですけどね。はい。そのあたりはちょっと 12mm の方眼のものに関しては余談だったんですけど、今回はこの 9mm の、これですね。はい。このサイズで作っていこうと思っています。はい。まだ差し順とかはね、ちょっとなんとなくイメージはしてるんですけれども、その辺はおいおい、その差し子する段階になったらね、ゆっくり話していこうかなとは思っています。はい。ということで今回は、まずは、桔梗朝の葉の差し子付近を作っていこうと思いましたので、それをね、その模様を選んだきっかけ。あとは一旦紙に書いて、はい。練習というか実物大にしてみてちょっとイメージができるようにこの紙に書きましたので、この紙に書くまでの流れですね。はい。をお話しさせていただきました。で、次回の動画はだいたいこんな流れになってるんですけれども、この模様を晒しに移す。それで多分次の、2回目の動画は終わるんじゃないかなと思いますので、2回目はこれを晒しに移すところまで。で、多分3回目から実際に差し子していくところを、やっていくんじゃないかなと。私の持っている、糸の中でこの色に近いのを探しておきますので、はい、おいおい、やっていこうと思っています。はい。ということで、本日の動画は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。